どうも、ジラティです。ロストオデッセイ、また続きをやっていきたいと思います。前回は、このガンガラの屋敷、魔導実験室、ここでですね、ボス戦がありましたね。でね、裏でね、また改めて、ここをね、いろいろ回ったんですよ。そしたらね、このシークレットケーブね。で、ちょっとね、場所はちょっと言いませんけど、パーッと見せちゃいますけど、こういったものもありました。それから、これは前回撮ったかな。うん。で、あとね、この体当たりっていうのがあってやっぱよく見なきゃダメだね。で、その体当たりをすると、木の実っていうことですね。で、それから、ここね、なんかね、バルブみたいのを閉めるっていう作業があるんだけどね。この調べるって A ボタン。でもね、何にもなんないんだよね。それから、左上に、なんかいけませんよみたいな、なんかこうバリアみたいな線があるじゃないですか、紫色の。あれがね、今なくなってんだよね。だから、ボス線があったからかな、左上ね。うん、紫の線みたいなやつね。うん、だから後で行ってみようと思います。とにかく、こういうバルブを閉める、今なんか蒸気みたいのが出てるじゃないですか。うん。この変な筒からね。で、それをね、キュー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 言いながら閉めるんですよ。でも何にもなんなかったね。で、まあ、それがグランデスボム。これ前回撮ったこれはね、今言ったみたいに、バルブみたいのを閉めると、あそこの斜めになってるパイプから、ポロンって落っこってくるっていうか、雫みたいのが出てきて、グランデスボムでした。これは前回撮ったかな。うん。まあこれね。これはまあ撮りましたね。今の魔導実験室ね。女神の飛躍ね。うん。で、これ前回撮ったやつですね。キオーの角上、キオーのリング。っていう感じかな。じゃあちょっとね。でね、ここ前回もちらっと言ったけど、ここ前ガンガラがなんか泥人形みたいの作ってたとこだね。うん。でね、前回の敵ね、ドールっていう名前なんだよ。3体で、4体出てきて、1人が親玉みたいなやつで、3体がドールっていう名前なの。英語版だとわかんないけど。うん。だから、ガンガラが作ったっていう感じなのかな。うん。そうなのかもしれませんね。さて、まあいろいろね、ボス戦もね、やり込むといろいろ分かったことがあったり、いろいろしました。バトル、バトルって意味でね。ほらね、ここね、うん、行けるんだよね。だから行ってみましょう。これ何なんでしょうね。上行くの？上？下じゃないんだ。上ってことはじゃあ出るってこと？ここ？そうなんだ。へえ。これ撮ったよな。もうずっと前だけどね。なるほどね。ちょっとだけショートカットみたいな感じなのかな。うん、こっちか。今回はね、このウーラにまあ久々に来てみて、まだ行ってないところがある。それはどこかっていうと、メインストリート。な、ここね、このエリアね、メインストリート。そこを回っていきたいと思っています。うん、これ前回聞いたな。このおばあさんから南を、また別の機会に聞きますって言ったと思うんですけど、今回聞きましょう。息子はウォール高原で死んでしまった。パート1のことですね。まだ若くて元気だったので。ガンガラ王はどこへ行ったのかしら。同じようなこと言ってるね。ウォール高原の戦いの時は小学生が落ちてきたって大騒ぎだったけど。懐かしいね、パート1ね。今じゃ誰も届かないみたいね。この宿屋、行ってみようか。懐かしいな。懐かしいなっていうか、でもパート40でも来たんだな。このタルさんの宿屋。新しい王様はすごく強い魔導士なんですって。ガンガラのことか。どんな人なのかしら。
仕事どころじゃないし帰ろうとは思ってるんですが、兵士たちは多忙だし魔物は出るしで危なくて、まあね、パート40だと、なんじゃおのしら、また随分仲間が増えたのを元気にしとったかこれね、なんか開けてもらったんだっけ、ここパート40ぐらいでこっから宮殿の方に行ったんだよね。ここを通ってね、このはしごで、ここに3つぐらいあるんだけど今言いませんけど。なるほどね。さて、王家の封印を初めて教えてもらった。あ、今の人違うよな、あの人いないね。王家の封印の存在を初めて教えてもらった人がここにいたんだよ。こっから入ってきたんだよ、パート40だとね。そうそう、こうやって通ってってね、こうやってね。そうか、いないんだ。残念。どっかにいるのかな。まあ一通り回ってみましょうか。また早送りするかもしれないね、この辺でね。前回はね、つまらなそうないいざ。せっかく遊びに来たのに危ないから外に行っちゃいけないんだって。つまんないな。これは本同じだろうな。しまった。そっちに反応しちゃったか。商談ついでに家族で都見物に来たんですがね、まさかこんな騒ぎになるとは。まさかウーラの都に敵が攻めてくるなんて怖くてしばらく旅になんか出られないが。奥さんかな。人のてか客室に勝手に客室に勝手に入って、これも本だね。読んだんで読みませんけど、変わってないと思うよ。パート40の時も変わってなかった。さて、じゃあタルサンズインはこんな程度かな。家族から心配する手紙が来たんだけど、こんな状態では帰り道も危なくて心配だし。これはサブクエの匂いが。違うの？家族から心配する手紙が来たんだけどね、この状態では帰り道も危なくて心配だし。それだけなんかちょっとあれだから取っとこう。気になるから。なんか変わったこと言わないか。さて、グランドスタッフが飛び去ってしまった。いつも通り寂れた感じになっちまったな。前はもっと活気があったのに。そこの若奥さん、旦那さんが戦場から帰らないんだ。仲のいい夫婦だったのにね、気の毒だよ。これは前に聞いたことあるな。若奥さんってこの人のことかな。違うかな。おや、あんたずいぶん疲れた顔してるね。そこにいい宿屋があるから泊まって休むといいよ。物が、ここね、物が増えてたりはしないかな。最近はこのウーラの都にも魔獣が現れたって話だ。油断せ、ウーラの都にも？例えば前回のボスみたいなこと。いやでもあれはちょっと違うもんな。油断せずに武具や道具は整えておいた方がいいぜ。この都に？嘘？マジ？しまった、これ裏側から行くのか。変わらないかな。変わらないね。これもね、地味にね、必要な時あるよ。もう一個ぐらい買っとこうかな。まあ、今いいか。あと、酒屋さんがあったかな。トルタンを即位したばかりだったというのに、わしらの敬愛するウーラ王家が滅んでしまった。まあ確かにね。トルタン即位したばっかりだったのに死んだことになってるからな。この人かな、若奥さん。違うか。平和になったはずなのになんだか落ち着かないわ。何か恐ろしいことが起こるような気がして。やれやれうっかりして家に代々伝わるガラクタを下水に落としてしまった。これは下水に落としてしまったわい。これサブクエじゃないか。まあガラクタだからいいんだがな。
下水ってあそこかよ、まさかさっきのはしごのとこ。そうじゃないか。あ、これか。これそうだろう。ちょっと取りに行ってもいいけど。ねえ、知ってる？この前トルタン様の偽物が出たって兵士たちが騒いでたけど、あれ本物らしいわよ。セストルタン組の時ね、バウス海の超海流が最近一層強くなったそうね。あの海流を乗り越えられた船はないって話よ。いやだからそれを乗り越えようとしてんのよ。なんか東方部族の力を借りてさ、まだそのメインストーリーを進めてないんだけど、この都の地下に魔物が住み着いてるらしい。気をつけろよ。あ、そういった意味の魔物か。さっき言ってたのもそれ地下のことね。下水路っていうか同じか。そんなはずはないだろう。おっと失礼。この人もおかしなことを言うもんでね。女の人がこんな喋り方すんの？まあおかしくはないか。トルタン様が生きてるなんていい加減な噂を。おや、そこの人亡きトルタン王に似てないかい？目の前にいるよ、トルタンは。あれ？ガンガル王は昔から最高の魔導士として有名だった。ガンガル王についていけば大丈夫だよ。あれ、ちょっと待てよ。酒屋はどこだったっけな。ここか。さーてと、ビルノの酒場。ガンガル王は最近どうしたのかね。わしら国民の前にはさっぱり姿を見せんじゃないか。みんな同じこと言ってるね。同じようなことね。ガンガル王はグランドスタッフに乗ってどこかへ行ったそうだけど、国を放ってどこへ行ったのかしら。ね、バウスの海のとこ行ってるんだよ。トルタン王はお坊ちゃん育ちで人が良かったからな。有能なガンガル王の方が俺たち国民は安心かもな。それはどうかな。ゴッツァは兵士も魔導兵器もなくして滅亡したらしい。ゴッツァ王は陰険な策士だったそうだが、ざまはないな。まあ策士っちゃ策士だね。でもなんか他のさ、駅の周辺、駅構内のさ、人に話しかけた時にさ、ゴッツァってもうすでに後釜がいるみたいなこと言ってなかったっけ？ゴッツァ王の代わりに。お亡くなりになったトルタンさんはお子様の頃から聡明でいらしてね。へえ、惜しい方をなくしたものだね。まあ聡明かどうかわかんないけど、まあ聡明なのかな。ただちょっと気弱だけどな。あら、お客さん何かいいことあったの？なんかすっきりした顔してんじゃない？そうか？まあどうぞ一杯。さっきどこかで拾ったゴミをさっきどこかで拾った宝をゴミに捨ててしまったとお客さんから言われてしまいましてね。ゴミ箱なら宿屋の裏に置いてあるんですが、そこにはなかったと大騒ぎでしたよ。敷石の敷石の隙間にでも落ちたんでしょうかね。これで行く理由がもう一つ増えたな。どうせそこ行くし、地下行くときにゴミに出された宝がある。宿屋の裏に。あ、これ宿屋の裏にゴミに出された宝がある。これは間違いなくさっきのはしごを降りてったとこだと思うんだけど、グランドスタッフが最初に建造されたクレーター島は今やバウスの海に沈んじまったそうですね。エクスペリメントスタッフのことか。確かに沈んだね。グランドスタッフ建造のために山のような高価な資材をつぎ込んだという話ですが、今頃はそれも海底に。いや、もったいないことですな。これは予想してなかった。クレーター島付近の、何クレーター島ってどうやって行くの？初めて聞いたよ。エクスペリメントスタッフのことなんじゃないの？高価な資材が沈んでいる。そっか、ノーチラスで行けってことか。これバウスの海に沈むもの。クレーター島って多分そのことだと思うんだけど、とにかくノーチラスで行くんだね。
ちょっと待って、なんかあれだな、いろいろ話しかけると最近は世の中ますます暗くなっちまって、まあ一杯飲んで忘れましょうよ。さてと、あっと、これは千年の夢じゃないか。また時間かかるぞ。思い詰めているレニオス。なあ、あんたウォール高原にいたって本当かい？よく知ってんな。俺の息子も同じ戦場にいたはずなんだが、息子がどうしていたかちょっとでも知らないかい？いや、そう言われてもな、結構な人数いたから、俺が言うのもなんだが、真っ正直で勇気のある子でね、あの子なら最後の最後まで立派に戦ったはずだ。まあ戦ったんじゃない？頼む、何でもいいんだ。あの子のことを何か知らないか？やっぱ千年の夢か。皆無の心の一つの記憶が呼び覚まされた。さて今度はどんなかな？語り部サミー。それは名前かな？ああ、名前なんだね。これが今回の主人公かな。サミーはとびきり優れた語り部だった。まだ漢字読めないことがあるかもしれません。ご了承を。その国の軍隊に何人かいる語り部の中でサミーの人気は群を抜いていた。サミーは兵士ではなかった。だが常に軍隊と行動を共にする。それも激戦地をめぐる最前線の部隊ばかりとだ。最前線の部隊ばかりとだ。戦がひらがなも読めなくなってきてるよ戦が終わって戦場から町へ戻る。いや、プレッシャーなのよ、この千年の今まである一つを除いて全部読んできたけどさ、実況中プレッシャーがかかってんのよ。だから裏で読むときはね、もうちょっとさね、いいんだけど、ちょっとした漢字も読めないことがあるのよ、実況中だと。戦が終わって戦場から町へ戻るとき、サミーの頭の中には数えきれないほどの物語が詰まっている。武勲を挙げた兵士の物語、勇敢に敵に立ち向かった兵士の物語、仲間を救った兵士の物語、我が身を盾にして陣地を守った兵士の物語、敵陣を単身突破した勇気ある兵士の物語。出たよ。これは読めないよ。なんとかを扮するじゃないな。これも読めない。これなんだっけ？ごめんなさい。なんとかをなんとかする、敵軍を相手に最後まで正々堂々と戦った兵士の物語。これ編集してるとさ、スッて出てきたりするのよ。戦場の様子を町の人々に伝える。それが語り部としてのサミーの仕事だ。そしてその年、サミーのそばにはいつも皆無がいた。サミーと共に激戦の最前線へ赴き、国民的な人気を持つサミーに万が一のことが起きないよう護衛する。それが腕利きの傭兵だった皆無に与えられた使命だったのだ。だって。へえ、そういうパターンも皆無あったんだ。最初にコンビを組んだ時からサミーは皆無のことを気に入っていた。年格好が似通っているというだけでなく、サミーは優れた語り部の目で無口な皆無の背負った長すぎる過去を見抜いていたのだった。へえ。サミーは言う。皆無、あんたを一目見た時に俺は分かったよ。あんたはこの国の正規軍のどんな将校よりも場数を踏んでいる。あんたの頭の中には本当は俺よりもずっと多くの戦場の物語が詰まってるんだ。そうだろう。ただあんたは俺と違って言葉でそれをうまくまとめられない。そうだろう。甲高い声でテンポよく喋るのがサミーの心情だ。話してくれよ、断片の。そのまた切れっ端でも構わない。
あんたが戦場で見てきた光景をちらっとでも話してくれれば、あとは俺に任せろ。最高の物語に仕立て上げてやるぜ。へえ、確かにそうだろうとカイムも思う。サミーはとびきり優秀な語り部だ。サミーに任せれば永遠の時を生きるカイムの決して閉じることのない生涯はきっと果てしなく長い女児詩として歌い上げられることだろう。だからカイムは黙ってかぶりを振る。かぶりって頭ね。多分ね。町の人々は、実際の戦場を知らない。兵士たちが最前線でどんな風に戦い、どんな風に敵を倒し、あるいはどんな風に戦死を遂げたか、全てはサミーの歌い上げる物語を聞いて思い描くしかない。逆に最前線で戦う兵士たちも自分の姿がどんな風に街で語られているのか知る術はない。両方知っているのはサミー本人と彼に影のように付き従って護衛するカイムだけだった。戦場から町に帰ってきたサミーは、一息つく間もなく、城門前の広場へ向かう。人々が待っている。城のある首都の住民だけでなく遠くの村々から何日もかけてやってきた人たちも多い。誰もがサミーの帰還を待ちわびている。自分の夫が、息子が、父親が、恋人が、親友が戦場でどう戦いどう死んでいったのかを知りたがっている。なるほどな。そんな人たちのためにサミーは広場のステージに立って朗々とした声で身振り手振りを交え、時に涙ぐみながら戦場のドラマを物語っていくと。なるほど。ただしサミーの語る戦場の物語は決して事実そのままではない。相当な部分が美化され、軍にとって都合の悪いことが巧みに伏せられて、聞き手の胸を高鳴らせるよう演出や脚色が施されている。1の部君を100や200に水増しするのはもちろんのこと、サミーの物語の中では敵の攻撃から逃げ惑った末に殺された兵士も最後まで一歩も引かずに散った誇り高き兵士になる。なるほどね。戦場に流行って疫病で命を落とした兵士も敵の大将に一騎打ちを挑んだ末の壮絶な戦死を遂げたことにする。死の恐怖に苛まれて精神を病み、錯乱の果てに生き絶えた兵士でさえサミーの手にかかれば危険な任務に志願し、命と引き換えに戦況を逆転させた勇者に仕立て上げられるのだ。つまりサミーの物語る話のほとんどは嘘だ。そういうことになるわな。国民は欺いてると言ってもいい。だがそれが語り部の任務だった。広場には剣を持った兵士が何人もいる。万が一サミーが軍の思惑に反する言葉を口にした時には、彼らはすぐさまサミーを捕らえ、二度と喋ることができないよう舌を焼き切ってしまい、終身刑を課すだろう。なるほど。それでもカイムは知っているのだ。語り部としてのサミーに与えられた任務は確かに国民の戦意をわかんない、高揚じゃないよね、させることだ。しかしサミーの語る物語は戦意高揚なのかな、じゃないと思うけどの、任務を果たしながら、その一方で家族や友人を戦場で、読めないな、相変わらずこれなんだっけ、戦場でなんとかの人たちへの慰めともなっている。もって字でしょ。藻に服すのもでしょ。訓読み音読みがわからない。時々、うちの息子はどんな風に死んでいったのですか、私の恋人はどうだったんですか、僕のお父さんはと聞かれることがある。サミーは兵士の名前を尋ね、彼のことならよく覚えていますよと答えて、実際には記憶の、片隅にすら残っていない無名兵士の死に様を感動的に物語っていく。
やがて広場を埋め尽くした人々の間からすすり泣きの声が漏れてくる。悲しみの涙ではない。祖国のために戦って死んでいった兵士への感謝と誇りと、そして敵軍への怒りと、正義を貫くためには何があってもこの戦争には負けられないという決意に満ちた熱い涙だ。それでいいじゃないかというのがサミーの心情だった。死んだ兵士の遺族は戦死の知らせを受けた後、もう十分に悲しんできたんだ。あとは自分の大切な人の死にどれだけ意義を見出し、どれだけ誇りを持てるかなんだよ。そうだろう。誰だって自分の大切な人が犬死にをしたとは思いたくない。無様な死だったとは認めたくない。だから俺は嘘をつく。死んでいった連中を俺の語る物語の中で英雄にしてやる。悲しみしか与えない事実よりも元気の出る嘘の方を俺は選ぶ。軍のためじゃなく遺族のために。俺は美しい嘘をつき続ける。それが語り部としての俺の意地なんだ。そういう男なのだサミーは。だからこそカイマは戦場でサミーを守り続けた。護衛という任務を超えてサミーに誘われれば酒にも付き合った。だがなあカイム、頼むよ。あんたの覚えている戦場の様子を俺にも教えてくれ。あんたの全身に刻み込まれた物語を俺にも分けてくれないか。どんなにサミーに頼まれてもカイマは口を閉ざし続けた。俺の物語をネタにするわけじゃない。俺の物語のネタにするわけじゃない。誰にも話すなというのなら誓うよ。誰にも話さない。でも俺は知りたいんだ。知らずにはいられないんだ。語り部として生きる者のサガと呼んでくれてもいい。あんたという男の物語を知りたくて仕方ないんだよ俺は。カイマは黙して語らない。なあカイム、あんたは見てくれば若いけど本当は500年も600年も生きてるんじゃないのか。あんたの体の中には分厚い教科書を何冊も、合わせたよりもたくさんの物語が詰まっている。俺にはわかる。だから知りたいんだカイム。あんたの正体は一体何者なんだ。あんたは今まで何をやってきたんだ。それを知りたくて仕方ないんだ。それでもカイムは黙り続ける。サミーはまた戦場の最前線へと赴いた。この戦場の奇数を、決することになるはずの大きな戦だった。戦いの火蓋が切られる前夜、マック社っていうのかな、の中で、酒を酌み交わしていたサミーとカイムのもとを一人の少年兵が訪ねてきた。サミー兄ちゃん、俺だよ俺。仕立て屋の息子のアランだよ。サミーもすぐに懐かしさあふれる笑顔になった。アランの肩を抱いて再会を祝し、カイムを振り向いて言った。アランは俺の田舎の仲間なんだ。赤ん坊の頃からよく知っている。年の離れた弟のようなものなんだ。そしてまたアランに向き直って、おふくろさんは元気かと聞く。元気だよ。サミー兄ちゃんのこといつも自慢している。あのいたずら坊主のサミーが国中の人気者になるなんてねって。お前のおふくろには世話になったよ。俺が語り部になれたのも子供の頃お前のおふくろにおとぎ話をたくさん聞かせてもらったからだよ。本当？ああ、お前のおっかさんは俺の人生の恩人だよ。ニコニコと笑っていたサミーの顔がふとこわばった。でもアラン、お前がなんでこんなとこにいるんだ。志願したんだよ軍隊に。アランは胸を張って答え、サミー兄ちゃんの物語を聞いたら誰だってそうなるさと続けた。聞いたのか。たまたま街へ出かける用事があったら広場に人だかりがしてて、ひょいっと覗いたらサミー兄ちゃんがいたんだ。俺最後まで聞いたよ。最後の最後は涙が止まらなくて、俺も祖国のために戦うんだっていう勇気が湧いてきて、兄ちゃんの物語が終わったらすぐにお城へ行って志願兵の申し込みをしたんだ。だからさっき思ってたんだよ。だからこういうのってさこういう情報ってさ、情報っていうのは危険だよな。でもかといって真実を伝えると普通のジャーナリストとかじゃないんでしょ、フリーの。
フリージャーナリストとかじゃないんであれば、さっき言ったみたいに舌を焼き切られて終身刑になっちゃうとかって言うんだったら、まあそう言うしかないよね。だけど遺族のためにみたいなことでサミーはそれを心情みたいな感じで捉えてるけど、ちょっと危険だよな。アランだけではなかった。広場にいた若者たちはこぞって入隊を志願した。ほらこんなことになっちゃってるよ。さすがサミー兄ちゃんだよね。軍の人も言ってたよ。兄ちゃんが物語を語った後は志願兵がどっと増えるんだってさ。アランは屈託なくサミーを褒めたたえる。だがサミーの表情はこわばったままだった。アランお前一人息子だろう。そんなの関係ないさ。知ってるのか、ここは最前線だぞ。分かってるよそれくらい。おふくろさんは何て言ってたんだ。それはまあ反対されたけど関係ないよ。俺が決めたことなんだし、祖国を守るために戦うことはびっくりした進軍ラッパか。俺が決めたことなんだし、祖国を守るために戦うことはどんな親孝行にも勝ることだって教えてくれたのはサミー兄ちゃんなんだから。夜の天候のラッパが鳴った。進軍ラッパじゃなかったアランはいけない、持ち場に戻らなきゃと別れの挨拶をそこそこに、マクシャから出て行った。残されたサミーは座り直して酒の杯を杯を、口に運ぶ。わかんない。何この字。なんとかあるような飲み方になった。カイムはびっくりした。カイムは何も言わず、空いた杯に、酒を注いだ。カイム、明日から俺の護衛はしなくていいぞ。どういうことだ。俺は守らなくていい。その代わりアランを守ってやってくれ。酒を一息に煽るっていうのかな。かもしんないな。一息に煽るかな。カイムはまた黙って酒を注ぐ。あいつを死なせるわけにはいかないんだ。あいつの袋には本当にガキの頃から世話になってきたんだから。サミーはそう言って拳を壁に叩きつけた。今の音はこのことか。拳を壁に叩きつけた。バカ野郎バカ野郎とうめき声で繰り返した。なるほどな。いよいよ夜明けとともに戦が始まった。激しい戦いになった。味方も敵も次々に兵士が死んでいく。カイムはサミーのそばにいた。迫ってくる敵兵の刃からサミーを守り続けた。カイム、俺はいいって言ってるだろう。アランを守ってやってくれ。無理だ。お前なら守れる。あいつの命を守ってやれるのはお前しかいないんだ。俺がここを動くとあんたの命は保証できない。俺のことはいいんだ。あんたの命を守る。それが俺の任務だ。アランを守れ。怒鳴るそばから敵兵の振りかざす剣がサミーに迫る。カイムはその剣を払い、敵兵の腹を一突きする。危ないところだった。護衛についているのがカイムでなければ確実にサミーは刺し殺されていた。あんたを死なせるわけにはいかない。カイムは言った。そんなに任務が大事か、そんなに褒美が欲しいのかとなじるサミーにまた新たな敵兵が迫る。それを一刀のもとに切り捨てたカイムは違うと返し、サミーを自分の背後に隠した。じゃあなんで。あんたにはまだやるべきことがある。あんたにしかできないことだ。サミーはふざけるなと怒鳴り、カイムの前に出て敵の前に身をさらした。俺にしかできないこと、嘘を並べ立てることか。ありもしない永遠の物語をでっち上げてアランみたいなヘナチョコのガキを煽って志願兵にすることか。違う。カイムは短く答え、またサミーを背後に隠して飛びかかってくる敵兵を倒す。サミー、あんたには本当の任務があるはずなんだ。なんだって。軍に与えられた任務じゃない。あんたの人間としての務めだ。そんなものあるか。あんたにしかできないことなんだよ。真実をってことを言ってんのかな。カイムは剣を振るい続ける。敵兵を倒し続け、サミーを守り続ける。ようやく敵の攻撃が止んだ。カイムはサミーの手を掴んで走り、アランの部隊の持ち場へと急ぐ。
あの年派のいかない少年兵を見殺しにするつもりはなかった。かといってサミーのそばから離れるわけにもいかない。ならばサミーとアラン二人をいっぺんに守り抜くしかなかった。だがってなっちゃったよ。すべて遅かった。アランは血まみれになって地べたに横たわっていた。痛えよ痛えよ。まだ喋れるのか。涙声でうめいていた。腹渡がえぐり出されている。嘘だろ。もう助からない。朦朧とした意識の中でサミーに近づいたアランは頬をわずかに緩めた。サミー兄ちゃん、俺お国のために役に立てなかったよ、ごめんな。サミーは泣きながら首を横に振った。兄ちゃん、俺かっこ悪いよな。まだ一人も敵を倒してないのにダメだよな俺。サミーは何か言おうと口をわななかせた。だが、声はおえつにかき消されてしまって言葉にならない。俺知らなかった。戦場ってこんなに怖くて、死ぬ時ってこんなに痛くて。血を吐いた。全身が、失神を始めたっていうのかな。もはやアランの目は焦点を失い、息も途切れがちになった。母ちゃん痛えよ痛えよ。お腹母ちゃん。うつろな目から血の混じった涙がこぼれる。母ちゃん。それがアランの最後の言葉になった。今母ちゃんって字がさ、下にツツツツツって言ったんだけど、涙みたいなことを演出してんのかな。数日後、サミーは町に戻ってきた。広場ではすでに数多くの人々が集まってサミーの物語が始まるのを今か今かと待ち構えている。喪服姿の人々が普段にも増して多い。それがつまりサミーの戦場が激戦だったことの証だった。サミーは広場に入る前に一つ大きく息をついた。なあカイム、あの日あんたおかしなこと言ってたよな。俺には本当の任務があるはずだ。俺にしかできない人間としての務めだって。もしも俺が今日あんたの言う本当の任務とやらを見事に果たしたら、あんたの話を聞かせてくれるかい。なんとなく分かったような気がしたんだとサミーは付け加え、さらに声を潜めて続けた。カイム教えてくれ。今日の見張りの兵隊さんは何人いる。素早く広場に目をやって5人だなと答えると、サミーは逃げられないかとつぶやいた。真実を語る気になったか。その一言でサミーの分かったは本物だとカイムは知った。サミーあんたは逃がすことをできサミーあんたを逃がすことはできるぞだって本気で言った。だがサミーも真剣な顔で、それはやめてくれという。カイムに迷惑はかけたくないんだ。捕まったらどうなるかはもちろん分かってるんだよな。覚悟はできている。やはりサミーは本当の任務を理解しているらしいね。理解するだけでなくそれを果たそうとしている。語り部としての生命と命と引き換えに。サミーあんたならこの戦争を止められるかもしれない。そうなんだよな。そうなんだよな。それは思ってた。もしかしたらね。カイムが差し出した右手をサミーは照れくさそうに握り返した。俺気づくのが遅かったのかな。いやそんなことはないさ。そうだよな、まだ間に合うよな。よかったとサミーは笑って握手した手を外した。広場に向かって歩き出す。拍手と歓声に迎えられてステージへと向かう。もうカイムを振り向くことはなかった。ステージに立ったサミーに喪服姿の女性が声をかけた。サミー聞かせておくれよ。私、マジか。母親か。私のアランは、可愛いアランはどんな風に死んでいったんだい。誇り高く気高くお国のために命を捧げたんだろう。話しておくれよ。みんなに聞かせておくれよ。アランの最後の姿を。泣き晴らした赤い目ですがるようにサミーを見つめていた。サミーはその眼差しを受け止める。にごりともせず小さくうなずく。そして
おっかさん。アランは泣きながら死んでったよ。静かに語りかける。おっかさんの名前を呼びながら、痛い痛いって苦しみながら、腹綿を出して血まみれになって、最後は血を吐いて死んじまったよ。広場がざわめいた。アランの母親、今自分が聞いた言葉を信じたくなくて両耳を塞いでしまった。だがサミーは構わず続ける。アランだけじゃない、みんなそうだ。死ぬ時は痛いんだ、苦しいんだ。そんな痛みや苦しみを感じる間もなく死んでしまうやつだっているし、逆にギリギリのところで急所を外れた分、苦しんで苦しんで苦しみ抜いた末にくたばるやつもいる。戦場の死体は野ざらしだ。踏みつけられて雨に打たれて日にさらされてすぐにハエがたかる。宇治が湧く。鼻がひん曲がりそうな匂いを放って腐っていく。広場のざわめきは悲鳴と怒号に変わった。兵士たちの顔色も変わる。サミーは静かに続ける。俺はいろんな戦場を巡って数えきれないほどの死を見てきたよ。それで分かったことがあるんだ。正直に言うよ。美しい死なんて戦場のどこにもありはしない。敵も味方も同じだ。みんな死ぬことが怖くて、ふるさとが恋しくて、家族にもう一度会いたくて、早く戦争が終わってほしくて。貴様やめろ。なるほど。と兵士の一人が怒鳴った。気が触れたかと別の兵士も怒鳴る。サミーや兵士たちには、また出たよ。これは読めねえよ。サミーの兵士たちには何とかもくれずに話を続ける。なんとなく雰囲気上がるけどね。人を殺したいやつなんて本当は誰もいない。でも命令なら敵を殺さなくちゃいけない。それが戦争だ。殺すのをためらっているとこっちが殺される。それが戦争なんだよ。国家反逆罪だ。捕まえろと口々に怒鳴っていた兵士たちはやがて静かになった。人混みに紛れて皆無が彼ら一人ずつ当て身を食らわせ、気を失わせたのだ。それくらいのおせっかいはさせてもらう。もちろん時間稼ぎにも限界がある。だが最後までサミーが最後の言葉を語るまでは守る。へえ。なあみんな、俺は一体何のために戦場を回ってきたんだろうな。俺は間違ってたよ。俺の見てきたことは、それを語る俺の言葉は愚かな戦争をやめさせるために使われなきゃいけなかったんだ。その通りですね。本当はね。だからそれで民衆が騒ぎ出せば少しは中枢に届くかもしれないでしょ。一人じゃできなくても、民衆っていうか民が騒ぎ立てれば声が大きくなるじゃん。中心部に届きやすくなるじゃん。それをするべきだったんだよね。でも自分の命もあるしね。あと酔いしれてるっていうのもあったんじゃない、サミーはね、最初の方でね。遺族のためにさ、そういうのももしかしたらかっこいいと思っちゃってたのかもしれないしね。騒然としていた広場はやがて静かになった。希代の語り部の言葉にはそれだけの力があった。なあみんな、もうやめよう。戦争なんてもうやめよう。人を殺して英雄になるなんておかしいと思わないか。人に殺されて英雄になるなんて、悲しいと思わないか。苦しみながら泣きながら死んでいった連中に後を残された俺たちがしてやれることは、彼らを崇めたて祀ることじゃない。彼らのような犠牲者をこれ以上出さないことなんだ。騒ぎを聞きつけた兵士たちが広場の外から駆け込んできた。戦争をやめよう。俺たち一人一人の力で平和を取り戻そう。兵士の一人がステージに上がり、頑丈な盾でサミーを殴りつけた。床に倒れ込んだサミーや頭から血を流しながら満足そうに笑っていた。舌を焼き切れ。今まで国民を欺いてきた俺の舌を焼き切ってくれ。腹を蹴られ血へどを吐きながら続けた。人は人を殺しちゃいけない。人は人に殺されちゃいけない。俺たちを人殺しにする権利は国家にはないはずなんだ。ステージは兵士たちで占拠された。兵士たちの作った壁の陰でサミーは床に押さえつけられ、口をこじ開けられて真っ赤に熱した焼きごてで舌を焼き切られてしまった。だがサミーは訴える。もはや言葉を発することはできなくてもうめき声で何事かを必死に訴える。
やがてそれは歌の調べになった。一度聞いては忘れることのできない、美しく物悲しくか細く、それでいて力強い歌だった。えい黙れこの裏切り者。兵士たちは棍棒でサミーを殴りつける。だが歌は止まない。歌詞のない歌なのに。はあ、なるほど。思いは聞き手の耳の奥で確かに言葉になって響いた。聞き手はね、もうやめよう。戦争はもうやめよう。お、声が大きくなってきたぞ。うるさい、こいつを黙らせろ。おっと、びっくりした。殺しても構わん。上官の命令に若い兵士が剣を抜いた。胸を一突きされたサミーが鍛えた後も歌が途切れなかった。広場を埋め尽くす群衆が歌っていた。誰もが泣きながら歌い、びっくりした。消えたかと思っちゃった。誰もが泣きながら歌いながら兵士たちに石つぶてを投げた。それが革命の始まりだったと後の世の教科書は伝えている。なるほど。長い歳月が流れた。もはや生前のサミーのことを知っている人たちはこの国には誰もいない。今本ってかページをめくろうとかな。さらに長い年月が流れた。もはや遠い昔、革命の呼び水となったサミーのという語り部がいたということすら歴史の研究者以外は誰も知らない。めくってるね。それでも数百年ぶりにこの国を訪れた。また随分経ったな。数百年ぶりにこの国を訪れたカイマは町の片隅の路地で懐かしい歌を聴いた。マリつきをしている、幼い少女が口ずさむ手まり歌は確かにあの日舌を焼き切られたサミーが歌ったメロディーにだった。カイマ少女に声をかけた。手まり歌っていうのはどうやって翻訳するのかな、英語だと。この歌の名前なんていうの？少女はマリをつく手を休めずに、平和を我らにっていうのと答えた。誰が作った歌だか知ってる？知らないと少女はくったくなく答え、でもみんな知ってる歌だよと続けた。カイマは穏やかに微笑んでいい歌だなと言った。少女は地面に跳ねたマリを両手で、抱き取ってっていうのかな、でしょと嬉しそうに言った。私この歌大好き。いい子だとカイマは少女の頭を軽く撫でて歩き出す。知らず知らず平和を我らにのメロディーを口ずさんでいた。鼻歌なんて俺らしくもないなと苦笑すると胸の奥がじんと熱くなった。まあでもカダルベ・サミーのことは誰も知らなくなったけども、研究者以外。でもそのイズムっていうのかな一応こうやって形となって残ってるんだから命にでもなかったんじゃない？よかったんじゃない？ちょっと遅すぎたけどな。だからそれが教訓として受け継がれないんだよ。また戦争が起きてるわけなのでね。頼む、何でもいいんだ。ああ、そういうことか。これで思い出したということね。あの子のことを何か知らないか。ゴッツのやつら目ざまみろ。これでウーラに攻め込もうなんて考える国はなくなるな。まあゴッツの人だって、待って、聞いてない人いるよ。ゴッツの人だって家族はいるわけだから、双方の国にはね。この人聞いたっけ？どういう角度で聞けるんだ？こうか。死なないって羨ましいな。よく知ってんな。他の人間が死んでも自分は死なないなら怖いものなんかないだろう。何？選択画面があるとは怖いものはある。不死でも怖いものってあるのか。でもそういうものかもしれないな。あるよ、カイノはね。ガンガラ王万歳、グランドスタッフ万歳、ウーラの繁栄と大勝利を祝って乾杯だ。あれ、さっきの人いなくなっちゃった。ゴッツのやつらめざまみろ。これでウーラに、あれいなくなっちゃったね。調べる
そんなのあったっけ？なんだ？何なのこれ。たった1音だけ？特に変わんないか？特に変わんないか？さて、だいぶかかっちゃったけど時間。やっぱ読みたいんだよね。で、残しておきたいんだよね。この人、まだ変わらない？変わらないか。さて行ってみようじゃないか。この人なんか変わる？変わらないか。さてどこに落っこってるって？このらへんのこと言ってんじゃないの？そんなバカな。でもブルブル言わないな。そんなバカな。宿屋の裏？ゴミに出された宝がある。あ、ブルブル言った。ブルブル言った。なんだよ。なんで今頃。ここか。反応悪いからな、このゲーム。おお、実験失敗薬だって。実験失敗薬薬を4個手に入れた。これ何に使うんだ？あ、これか。デポイゾンプラスだ。おお、やっぱり前にも何度も言ってるけど、親切設計ですね。ちょうど4個手に入るんですね。実験失敗薬。デポイゾンプラス。それからここか。多分ここのことだと思うんだ。それだけやったら今日は終わろうかな。あ、これね。これ。さて。地下に落としたからここじゃないの？それかもしかしたら、さっきの一番最初にいたとこかな？地下って。この動画の最初にいたところ。光ってる。こっちだ。この辺だ。何の音だ？なんかピューピュー言ってるぞ。ここだ。あ、この音だったのかな、ピューピュー言ってる。アクセサリーじゃないか。技巧の儀書だって。技巧の儀書すごそうだね。敵一体にセットスキルに応じたダメージを与えます。セットしたスキルの数って意味なのかな。いやー、ちょっとわかんないな。どのゲームもそうなんだけどさ、言葉足らずなんだよ、いつもこういうのって。これさっき言ったとこねの別の入り口ってことだよね。ここね。前回のだからこれね、シークレットケーブ秘密の洞窟。さっき登ってきたエレベーターあれじゃない？ほら右下。ちょっと今これちょっと無理だけどカメラが。なるほど。ここにあったね、1個ね。前に撮ったけど。なるほど。これでトレハンメモはもう終わったかな、今んとこ。これは今無理だな。さて、まずいな、これあんまりやってると敵が出てきちゃうわ。あんま歩いてると。よく敵に出会わなかったな。パート45とか、45ぐらいだったっけな、パート45。あれでボス倒したら出なくなるのかな、敵が。1回ぐらい出そうなもんだけどな、あんだけ歩けば。さて、これでですね、ちょっと裏でもう一回回ってみますが、ゴツ軍が全滅して、ウーラン安泰だって言うけど、本当かね、なんだか不安だよ。ちょっと一回セーブだろ。一回セーブ。カットしてるはずです。そういえば、そこら辺の人の塊に。なんだって
これダメだ。これ次回にしよう。もう一回これ話しかける前からやろう。うん。じゃあ、ちょっとここで終わろうか。今回もね、まあ、サブクエとかね、まあ、やったり、まあ、いろいろね、そういったのもいいじゃないですか。ストーリー進めるのもいいけど、確か前回だか前々回の終わりにも感想として載せといたけど、またね、やっぱりほら、歩けば歩くほどさ、街をね、分かることもあるし、ストーリー進めるのもいいけど、まあ寄り道もいいもんですよ。時間はかかるけどね。で、あとゲームによっては大変だったりするけど、まあ味気ないじゃないですか。ストーリーだけ進めててもね。っていう感じ。では、今回もご視聴いただきありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。ジェラディでした。じゃあね。